お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統の再軍備宣言によって本格的な機構戦力の拡充に乗り出したドイツ国防軍が、新機軸をふんだんに盛り込んで開発した3号戦車とは対照的に、保守的かつ堅実な設計で開発をした4号戦車を解説する。来るべき機構戦を担う戦車として、新しいタイプの戦車と堅実なタイプの戦車の両方を開発したということ。そうなんだ。4号戦車は、あくまで脇役として設計開発された経緯もあってか、ドイツ国防軍の戦車の中でもフォーカスされるのが少ない戦車だ。しかし、4号戦車は既存の技術を主体に設計が施されたので、3号戦車につきまとった量産の困難性という欠点を持たない戦車だった。もともとドイツ国防軍としては、4号戦車の開発段階では、バリバリの新鋭戦車である3号戦車に付随する機能を持った。これを支援する脇役の戦車として、4号戦車を想定していたんだ。ドイツ国防軍の首脳は、機構戦の主役として3号戦車、その支援戦車として4号戦車に期待をしていたわけか。4号戦車については、その期待がいい意味で裏切られるので、そこら辺も踏まえて聞いていただけると幸甚です。以前も解説した3号戦車は、野心的な新機軸の設計を採用した、ドイツ国防軍機体の新鋭戦車だった。ヒトラー総統による再軍備宣言の約1年前、ドイツ国防軍は、2種類の新型戦車の開発を決断し、その2種類はそれぞれ、ZW、BW の秘匿名称で呼称された。この ZW が後年は3号戦車となり、BW が今回解説する4号戦車となった。3号戦車は、量産が難しくて戦場に十分な車両数を投入できず、主力戦車として投入される頃には旧式化していたという残念な運命だったな。ZW は小隊長車を意味するが、4号戦車となる BW の意味については、主に2つの説がある。BW って大隊長車じゃなかったっけ？一説は ZW の小隊長車と対をなす大隊長車なんだが、もう一つの説は、随伴車という意味を指すという見解だ。ZW の3号戦車に随伴する、という意味か。4号戦車の開発段階で期待されていた機能を考慮すると、随伴車っていうのはよく特徴を表しているよね。4号戦車の開発当初における構造の最大の特徴は、回転式砲塔の直径の大きさという点だ。保守的かつ堅実な設計が目立つ4号戦車において、戦車砲の威力を考慮して砲塔はでかいのにした結果、4号戦車は、次第にドイツ国防軍の機構戦力として重要な地位を占める戦車になっていく。なんで？第二次世界大戦勃発後の実戦を重ねるにつれ、ドイツ国防軍は色々と戦訓を得ていくんだが、その戦訓に基づいて、より長身の戦車砲を搭載させるなど、4号戦車は主要な武装を完走することが容易だったんだ。戦車生産にはそういう視点も必要になるのか。結果論だけどね、もともと4号戦車のコンセプトとしては、3号戦車の支援戦闘を担い、敵軍の軽量級戦車を撃退できると同時に、3号戦車では対応しきれない歩兵部隊などに対処できる戦車を製造するという構想だった。なので、3号戦車とは異なり、75mm 砲という当時にしては大口径の戦車砲を搭載させ、回転式砲塔の直径も大きく取ったわけだ。設計段階の配慮がある中で、将来に何が走行するかわからんもんだな。4号戦車の試作コンペには、クルップ社、ラインメタル社、さらに追加して MAN 社が参加した。その結果、クルップ社が受注を勝ち取った。クルップは有名だね。クルップ社は、兵器生産と製鉄事業で名を馳せたドイツの重工業会社だ。プロイセンの小さな水車小屋で製鉄技術の研究を重ねた父親であるフリードリヒ・クルップの意思を引き継いだアルフレート・クルップが、重工技術の研究に成功し、車輪製造によって鉄道事業などに参画し始めたことで巨大企業となった。ちなみに、クルップ社は、戦前の日本軍にも兵器を輸出している。なお、4号戦車に当初搭載された 75mm 戦車砲も、クルップ社製の戦車砲だ。砲身短いね。砲身が短いため、ドイツ国防軍では、切り株の異名があったらしい。この切り株戦車砲は、榴弾を発射して歩兵を圧倒することで、3号戦車を支援することを目的に搭載された。榴弾ってさ、普通の弾とどう違うの？ざっくりした解説になってしまうが、
砲弾を機能別に分類すると、主に榴弾と鉄鋼弾に分けることができる。鉄鋼弾というのは、弾の運動エネルギーなどを用いて、その貫徹力により、敵の船や車両の装甲に穴を開けるなどして破壊することを目的に製造された砲弾だ。対戦車戦闘を想定していた3号戦車の戦車砲では、この鉄鋼弾が使用されていた。対して、榴弾というのは、装填された火薬により、砲弾が炸裂し、周囲に飛散する破片によって敵の兵力などを広範囲に攻撃をする目的で製造された砲弾だ。先ほど言ったように、4号戦車はもともと支援戦車の役割を期待されていたため、この榴弾を用いる戦車砲が搭載されたわけだ。この榴弾の歴史は古い。元寇ってあるよね。モンゴル帝国襲来の件だな。この元寇の時に、当時の鎌倉武士団を苦しめた元軍の兵器の中に、鉄炮という火薬兵器があったんだが、この鉄炮も解釈によってはいわば榴弾の一種で、炸裂により周囲に金属片が飛散することで、広範囲に損害を与えるという目的の武器だった。元寇の時代にモンゴル軍がすでに使っていたか。4号戦車に当初搭載された 75mm 砲は、榴弾を発射することで3号戦車や自軍の歩兵部隊の支援を行い、第二次世界大戦の初期には、装甲の薄い敵戦車であれば対抗することもできた。しかし、連合軍の戦車が重装甲になるにつれ、この 75mm 砲では任務遂行が困難となったため、より超砲身の戦車砲である 75mm KWK-40 に換装をすることになる。特に、バルバロッサ作戦でソ連軍の重厚な装甲に直面したドイツ国防軍は、単身砲の戦力不足を痛感し、ヒトラー総統も早期に4号戦車を超新砲に換装するよう劇を飛ばしたため、慌ただしく 75mm KWK-40 が採用された。この戦車砲は、ドイツ国防軍の対戦車砲である 75mm PAK-40 を転用したものだった。この対戦車砲を転用、これを母体として開発を行い、75mm KWK-40 が誕生したわけだ。ヒトラーのその判断は正しかったかもしれないね。後年はさらに戦車砲の強化が施され、戦車砲の口径が48口径砲のものに強化された。4号戦車は、ドイツ国防軍がポーランドに侵攻した際に、150両以上が戦場に投入され、この車両数は、本来ならば親衛戦車として活躍する予定だった3号戦車を大きく上回っていた。大事だな、量産の用意性は。そうは言っても1号戦車や2号戦車に比べたら少ないんだけどね。同様にフランス侵攻作戦でも4号戦車は200両以上が戦場に投入され、フランス軍と激戦を交えた。そして、さらにその数倍の車両数をもって、満を持して参加した対ソビエト連邦のバルバロッサ作戦では、先ほども言及した重装甲のソ連軍戦車に苦戦した戦訓を踏まえ、超新砲への換装が急がれることとなった。ちなみに、ロンメル元帥率いる北アフリカ戦線では、4号戦車はティーガー1に次いで威力のある戦車として活躍し、配備されたのが少数の車両だったにもかかわらず、4号戦車は連合軍に恐れられたそうだ。さて、以上の通り、4号戦車の解説をしてきたが、戦車や装甲車両を中心にした機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。